おはようございます。ドライブカータイムです。今日は道道35号線を東に進み、野サップ岬に行く前に北方原生花園に向かっています。こちらの原生花園はポニーの放牧で有名で、一目ポニーを見ようと立ち寄ります。独特の縦に長い駐車場ですね。縦列駐車は全然したことがなかったのですが、ここなら大丈夫そうです。75ヘクタールの広さで6月下旬から9月上旬にかけて約100種類の花々が咲き誇る日本最東端の原生花園です。園内には雑草駆除のためポニーが放牧されており、見る人たちの目を楽しませてくれるそうです。他にも根室市の指定文化財の水ならの風翔林を見ることができます。7月8日に訪問したのですが、まだ花はほとんど咲いていませんでした。ドライブカータイム的にはポニーを見たいです。散策路は約 2km です。少し歩いてみましょう。7月上旬は花も満開ではなく少し咲いていました。綺麗な水ならの木ですね。ポニーには遭遇できませんでした。残念。緑に包まれた北方原生花園を後にし、野サップ岬を目指します。本土最東端の地、野サップ岬に間もなく到着です。はーるばる来ました。野サップ岬。本土最東端の地、野サップ岬です。野サップ岬から歯舞諸島を望めます。野サップ岬灯台に向かう途中、お休み店舗の屋根の上でウミネコがたくさんいました。小さなひな鳥がいたので携帯でアップにします。撮れてますでしょうか。はい。ちょっとはい、望遠でアップしてみて。すごいじゃん。野サップ岬灯台に到着です。野サップ岬灯台は北海道根室市にある野サップ岬の突端に立つ白亜塔型の中型灯台です。北方領土や南鳥島を除いた日本の最東端の地に位置していて、多くの観光客が訪れます。野サップ岬灯台にはもう一つ観光スポットが灯台の裏にあります。野サップ岬灯台の裏にある野鳥観察者に向かいます。ここが日本本土最東端の地の一番東側です。今日は曇っているのが残念です。野サップ岬野鳥観察者に入ります。観光客がたくさんいる中で素晴らしい景色を独占できます。天気が良ければ貝殻島灯台が見えるのですが、見えなかったのも残念です。野鳥も波が高いためかほとんど見ることができませんでした。北方領土問題は大変難しい問題ですが、政治的に解決してほしいものです。では次の目的地に向かいましょう。次は今まで走っていた道道35号線を時計回りで根室まで戻り、日本国内の国道として最東端に位置する根線国道とも呼ばれる国道44号線を通って道の駅スワン44根室に向かいます。
道道35号線では野生動物の飛び出しはなく、白と黒のツートンボディの車が。道行く車を捕獲していたのを見かけました。皆さんもスピードの出しすぎは注意しましょう。根室から釧路方面に国道44号線を走ってしばらくすると温根島を渡ります。温根島大橋を通過します。温根島は北海道根室管内根室市にある沼です。野付風連同立自然公園に含まれ、2001年には日本の重要湿地500に選出されています。三代筋以外は全体的に平坦で最深部でも 1.8 メートルほどしかなく、干潮時には沼の北東半分が干潟となり、アサリやホッキ貝が取れる潮干狩りスポットとなっています。温根島を過ぎて西の風蓮湖のそばに、道の駅、スワン44根室があります。スワン44根室は風蓮湖と春国体を眺望できるように全面ガラス張りで根室の魅力を存分に体感できる施設です。春と秋にオオハクチョウが羽を休め、春から秋にかけてはタンチョウヅルが子育てをし、冬にはオオワシやオジロワシが優雅に空を舞うそうです。今日、野生動物をあまり見れなかったドライブカータイムにたくさんの動物の剥製が慰めてくれます。よくここまで来たね。野生動物が見れなくても私たちを見て満足してね。あと、お腹が空いたら横のレストラン、バードパルでは、地元の食材をふんだんに使った料理をたくさん用意しているから立ち寄ってね。ああ、体が勝手にレストランの方に。ドライブカータイム、どこ行くの？野鳥を観察するわよ。そのような会話があったかなかったか、ドライブカータイムと相方は野鳥観察を試みます。綺麗な風蓮湖の景色が見えます。日本の湖沼では13番目の面積規模を有しています。汽水湖としてはサロマ湖に次いで北海道第2位で、周囲 96km は汽水湖としては北海道で1位です。淡水と海水が混じり合う汽水湖である風蓮湖は、多くの湿原、干潟を伴う複雑に入り組んだ湖岸を持っています。豊かな自然環境が色濃く残っていることに加え、水深が浅いため野鳥たちにとって餌となる水草を見つけやすく、春国体、風蓮湖周辺で約300種の野鳥が記録され、まさに楽園であると言えます。それで、そんなたくさんの野鳥の見える風蓮湖で野鳥を少しでも見ることはできたのでしょうか？全く、見ることができませんでした。野サップ岬で見ることができたウミネコの他は、全く野鳥を見ることができない運のなさを嘆きながら、道の駅、スワン44根室を出発したドライブカータイムは、次の目的地を目指します。国道44号線を厚岸方面に進みます。途中北海道らしいまっすぐな道になります。永遠とも思うまっすぐに続く道。まさに天に続く道ですね。
次の目的地はこのまっすぐの道が終わったところのすぐにあるコープ浜中です。コープ浜中です。こちらで販売しているソフトクリームの原料はハーゲンダッツが日本に進出する際、牛乳生産の拠点として選んだのがこの浜中町でした。長期にわたって牛乳を提供していることからもどれほど良質で美味かがわかります。ハーゲンダッツの原料提供元である高梨乳業の高濃度かつ成分無調整の高梨北海道 4.0 牛乳、こちらを使用して作成したソフトクリームがコープ浜中の絶品ソフトクリームです。2023年7月現在350円でこのクオリティは本当にお買い得です。本当はミルクソフトとチョコミックスを2人で注文したらよかったのでしょうけれど、2人ともミルクソフトを選んじゃいました。コープ浜中の 4.0 ソフトクリームゲットだぜ。外のベンチコーナーで高梨の工場を眺めながらちょべり美味しくいただきました。コープ浜中のある厚岸郡浜中町はモンキーパンチさんの故郷です。モンキーパンチコレクションは浜中町総合文化センターの2階に常設展示されています。花咲線の駅の茶内駅などにはルパン三世の登場人物がいたりしますので列車旅も楽しめます。また花咲線にはルパン三世ラッピングトレインが走っています。運行日時は JR 北海道 HP に記載されていますので確実に見ようと思えば調べた方がいいですね。じゃあ次の目的地に行こうか。かたちゃん。はい、そうですね。次に向かったのは道の駅厚岸グルメパークです。国道44号線道道123号別海厚岸線三崎と花の切街道に位置する厚岸町の道の駅です。特産の牡蠣を中心とした多彩なメニューが自慢のレストランエスカル。隣接する魚介市場から食材を買い炭火で焼いて楽しめる炭焼き炙りや話題の厚岸ウイスキーとともにフレッシュな生牡蠣が味わえるオイスターバールなど、厚岸を存分に満喫できるまさにグルメな道の駅です。8月中は全日営業ですが休日がありますので訪問時に悲しい思いをしないためにも HP で確認していきましょう。これは冬に何も考えずに旅程を組んだらレストランが閉まっていて悲しい思いをした。ドライブカータイムが言うので間違いはないですよ。前回訪れた時は冬だったんですが休日で館内には入れたのですがレストランは閉まっていて来客者より鹿の方が多くいたのを思い出しました。ではお邪魔します。さすが入り口からカキカキしていますね。今回道の駅厚岸グルメパークでの食事は2階のお店に行こうと決めていました。炭焼き炙り屋さんです。新鮮な食材を目の前で焼いて食べる、こんなシンプルで最高な食事はないです。個人の感想。厚岸産の牡蠣はもちろん花咲ガニや他の食材も豊富で選ぶのに結構迷ってしまいました。結構選んじゃいました。食材は新鮮で牡蠣も大きくて最高でした。途中牡蠣の殻の隙間から勢いよく熱水が相方の方に飛んでいってびっくりしました。皆さんも牡蠣を焼くとき、人に向けてからの開く方向を向けてはいけないぞ。
1階のオイスターカフェで揚げたてのポテリコ買っちゃいました。美しい厚岸湖を眺め、美味しい食事をして。本日のドライブカータイムは終了とさせていただきます。今日の宿泊地は釧路を予定しています。釧路では少し休んで2泊する予定です。残りわずかになりましたが、次回の北海道編7もできるだけ早く動画を上げたいと思います。皆さんのチャンネル登録や高評価は本当に動画作成の励みになっています。これからも一生懸命楽しい旅動画を作成していきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。